キヤノンインクジェットプリンター TS6130 のインク吸収パッドを採寸して自作してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ TS6130 です。前回の動画では互換パッドを購入して適合性を検証しました。結果広範囲の TS シリーズで使えることが分かりましたが、同時に抱える問題も見えてきました。パッドの検証詳細は説明欄の URL から別動画をご視聴ください。製品は見たところ吸収体を中間にして面を板状に成形したパッドで上下を挟み込んだものです。パッドの印図は揃っていましたが、切り込みが不足していたり厚さが適合していないものがありました。全く使えないものではなかったものの、取り付けには多少の手間がかかる製品でした。そして純正品と比較して吸収性能にも疑問が残ります。特にプラスチックカバーを上にかける中央パッドの互換品は厚いので、カバーの爪が非常にかかりにくいのです。ならばとチャット GPT と相談しながらインク吸収パッドを自作してみることにしました。自作するためにはケースの採寸が必須です。いろいろ試行錯誤しながらこのような図面を作りました。作図ファイルはダウンロードできますので、端末の案内をご視聴ください。それらの使い方も含めて興味のある方はどうぞ引き続き最後までご視聴ください。パッドの自作計画。作業の流れは1、ケースの図面化をして、2、それをもとにパッドの紙型枠を作り、あてがって寸法の微調整をします。寸法が決まったので3、紙を薄いプラスチック板に変えて型枠を作ります。そして4、チャット GPT と相談してパッドの使用素材や構成を決定したら5、資材を集めて加工します。最後に6、微調整をしながら敷設して終了です。このような形で進めます。ケースの図面化。前回動画のようにプリンターを分解しました。パッドの型枠を作るために収納部のケースを採寸してデータを収集します。今回は採寸しやすいように電源部のコネクターを外してベースだけにしています。狭い場所には規制のスケールが入らないので CAD で印刷して小さいスケールを作りました。ただ厚紙に両面テープで貼り付けただけのものですが、これで十分です。各エリアを採寸して図面化を繰り返します。ケースを採寸して図面化しました。各作図の A4 版原寸図は端末にファイルデータ取得方法を掲載します。プリントスクリーンキーを使ってのプリントアウトでは使用できません。データをラベルシートに印刷すればプラスチック板に貼り付けて型枠が作られます。私はこの方法でプラスチック枠を作りました。この図をもとにパッドの型紙を製作します。パッド紙型枠の製作。パッドの案内図です。この図の呼称で各パッドを案内します。互換パッドに呼称を割り振りました。パッド A は下段、B は上段です。パッド F の互換品は2段に分かれていましたが、形が同じなので今回は1段で通します。パッド G は上中下と3段に分かれています。作図から型紙を印刷しました。これらを枠線でカットして採寸誤差を修正していきます。型枠の全数をカットしてメンバーが出揃いました。 A から順にセットして数値を修正します。厚さ 0.1mm の紙ですから円はハサミでカット可能です。この時点でカットするのは線の内側外側どちらが良いのかを見ておきます。
各所に 0.9mm の仕切り板が入っていて、純正も互換品もその場所はカットラインが入っているだけです。紙なら収まりますが、プラ板は変形しないため NG なので、私はスリットにしています。動画を見てチャレンジする方はカットラインだけで良いでしょう。スリットを少し修正しましたが収まったようです。この後プラ板でも修正するので、このくらいにしておきます。型紙 B も同様にチェックします。この B が一番長いので A4 では収まりません。なので作図は中心から2枚に分けています。仕切り板から分けているので分かりやすいと思います。作った紙型枠をケースに取り付けて測定誤差の修正を繰り返します。この時点でパッド素材は適切な厚さのものがなかったため、できるだけ厚手のものを探して積層しようと考えています。同じものを何枚も作るためには型枠が必要でした。パッド C は左右側面をつなぐ重要な部品で、 E と D にもインクを拡散させる位置にあります。 A からインクを吸い上げ水平に拡散させて G に送る役割を持っています。前述の通りその他の部分は素材を積層させるだけで考えていますが、このパッドだけは工夫が必要です。その方法はナンバー2動画パッド C 不織布の接着をご視聴ください。このパッド D も特徴があって、プラスチックプレートで固定する角穴が7個開いています。厚さにも制限があるのでナンバー2動画をご視聴ください。互換品は左側 R の径が違っていて厚すぎたので、それらをカバーします。 E は仕切り板が途切れたところで C と接しているので、より接するように形を少し変えています。爪が3箇所もあるのでつけにくいです。このインク吸収容量は少ないのでしょうが、これを加えてまで容量を増そうとした設計思想がうかがえます。ここまで採寸できました。残りはあとわずかです。 F はケース形状が深いですが E より形が少し大きいのでさばきやすいです。右側で AB と接するので隙間が生じないように作って取り付けます。この部分に小さな突起があるので必ず切り欠きを作ります。形が得意ですがこのような収まりです。最後に G ですが3層に分かれていて層ごとに形が違います。形は違ってもこの L 型のスリットは上まで通っています。形が小さいので測定には苦慮しましたが、近い形で再現できていると思います。 G には少し幅が広いですが同じように L 字に通して取り付けます。終わりました。ここはインクだまりの部分なのでパッド C が機能しないと存在意義がありません。最後の G3 です。同じく L 字に通します。これで測定誤差の修正を終えたので、新しい図面でプラスチック型枠の製作に移ります。プラスチック型枠の製作。図面を案内図のように5枚に分けて作りました。A4 版原寸大ファイルを説明欄からダウンロードできます。図面にはカット用の外枠線から 0.5mm 内側にも線を入れています。これはカッターの刃で切断が少し大きくなるためで、使う場合はどこでカットするか決めてからカットします。選択肢は4通りで、外枠線と内枠線の外側か内側です。ペンには中心点を入れてあります。詳しい使い方はこの後の加工動画をご視聴ください。普通に売っている100均の下敷きで厚さは 0.6mm です。これに図面を貼り付けて切り取り型枠を作ります。
ラベルシールに図面を印刷して貼り付けました。これから加工を始めます。カッターの刃は新しくします。切断用の定規を準備して選んで決めた枠線に沿って外枠をカットします。円の部分は中心点を作っています。円は直線より先に加工しておきます。5ミリの穴を開けたらリーマで大きくして、下の R はハサミを使います。わずか 0.6 ミリですから簡単に終わります。B はこのように仕上がりました。円は外側をカットする前に開けた方がうまくいきます。縁の線を描くためなるべく滑らかな方が良いのです。カットは 0.6 ミリですから3回ほどカッターを引いて、あとは折り曲げます。板が厚い時は裏もカッターを入れますが、この厚さはなしで OK です。このようにどんどん外枠だけを切っていきます。カッターを入れたら手で折り曲げます。この厚さならハサミでも OK ですが、線をできるだけまっすぐにしたいので定規を使っています。切れました。この四角い穴をカッターと 0.9 ミリのミニドリルで開けてみましょう。外側の四隅に穴を開けます。線の外側でカットしようとしています。穴が開いたら穴同士にカッターを入れます。カッターの刃はドリルの穴に落ちて止まるので、それを繰り返せば穴と穴の間に線ができます。こんな感じで綺麗に切れています。あとはちょっと折り返すだけで切れます。穴が小さい場合は対角に線を入れて切り取ります。この後 E で実演します。切れました。片枠 E で小さい角穴の穴開けを実演します。すでに四隅にミニドリルで穴を開けて4辺と対角にカッターを入れています。本当は対角の交点に穴を開けますが、板が薄いのでこのままラジペンでピースをめくります。カッターを入れた面と反対側に三角の先端を押し込みます。切れ目が入っているので簡単に折れていきます。これを4回繰り返します。板が厚くても2ミリくらいまでなら両面にカッターを入れれば開口可能です。今回は簡単にするために 0.6 ミリを使っています。終わりました。全部で7箇所あるので繰り返します。終わりました。メンバーが揃いましたので順に並べます。使ったのは透明下敷きですが、ラベルシートを剥がしていないので白です。E と F は華奢なので加工はしやすいですが、同じく100均の 1.2 ミリ PP シートを使った方が良いかもしれません。今回の動画はここまでで、次回に続きます。次回はこれらを使ってパッドを自作していきます。図面ファイルの使用方法。繰り返しますが、動画内の画面をスクリーンショット印刷しても原寸にはなりません。ファイルをダウンロードしたら次の手順を実行してください。ファイルのダウンロード先と使用方法は説明欄をご覧ください。ファイルを開いて印刷をクリックするとこのダイアログ画面が開きます。実際のサイズになっていないときはチェックをしてください。
ページに合わせるにチェックが入っていたら外してください。これらを確認しないとソフトは用紙に合わせた印刷をするので出図は原寸にはなりません。印刷後はご直角の確認スケールで縮尺が合っていることをチェックしてください。詳しくは説明欄に注意事項も掲載していますのでそちらもご覧ください。以下は出図ファイルのリストになります。ケースの採寸図。今回はファイルをダウンロードという初めての試みを導入したため動画制作が遅延したことをお詫びいたします。もうすぐチャンネル登録者数が2000名に達します。引き続き SPD、DIY チャンネルをよろしくお願いします。パッドの採寸図。ファイルはタイトル名でしか判別できません。不具合や質問があればコメントをお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。